日本史朝比奈義秀の最後。勇猛で知られる和田義盛の三男朝比奈義秀は、和田合戦で討ち取られたとも、500機の軍勢とともに船で阿波へ逃れたとも伝えられている。朝比奈義秀のその後を詳しく見ていこう。朝比奈義秀は三浦一族和田義盛の三男として1176年安元2年に生まれた。母親は巴御前とも、横山時重の娘とも言われているが不明である。義秀は武勇に優れ、数々の逸話を残している。そのエピソードの一つが、吾妻鏡の1200年正治2年9月の項に次のように記載されている。二代将軍源頼家が逗子の海を船で遊覧したとき、義秀も同行した。頼家は義秀が水泳が得意であることを聞き、その腕前を披露するように所望した。義秀は辞退したが断りきれずに、頼家らが見守る中、やむなく海中にドボンと飛び込んだ。しばらくして頼家の船の前に浮かび上がった義秀は、両脇に3匹のサメを羽交い締めにして抱かえていたという。感嘆した頼家は、奥州一の名馬を義秀に与えたという逸話が残されている。この話にはさらに続きがあり、義秀の長兄の和田経盛が海での義秀の活躍を悔しがり、相撲で勝負しようと義秀に望んだ。砂浜で相撲が行われたが、なかなか勝負がつかず、ついに北条義時が中に立ち入って引き分けさせた。すると経盛は義秀が頼家からもらった名馬に飛び乗り、そのまま立ち去ったために、義秀は大いに悔しがったという。朝比奈義秀が水泳だけではなく相撲にも優れていたという逸話である。1213年建暦3年5月2日午後、和田義盛は北条義時の挑発に耐えかねて、ついに挙兵する。義盛は当初5月3日に挙兵する計画であったが、一族の三浦義村が裏切って北条義時に密告したため、出陣を半日早めたのである。そのため義盛の妻の実家である横山島の到着が間に合わず、義盛はたった150騎300人余りの軍勢で御所に向かい、将軍源実朝を確保しようと試みた。決死の和田義盛の軍勢は少数でも圧倒的に強く、北条泰時率いる軍勢を次々になぎ倒して御所に向かった。この時の朝比奈義秀の活躍は目覚ましく、北条側の武士たちはみんな義秀を見かけると恐れをなして逃げたという。ところがこの時に北条方で海源氏の総帥武田信光は義秀だとは気づかずに、義秀の矢が届くところまで近づいてしまった。これを見た信光の次男信忠が危うく殺されそうになった父信光をかばいに入った。義秀は子が親をかばう美しい姿を目の当たりにして、黙って二人をそのままやり過ごしたという。義秀が
勇猛だけではなく優しい人間的な一面を兼ね備えた武人であったことが伺える話である。その後義秀はわずか数十騎で御所の総門を打ち破って南庭に達している。義秀が火を放ったために御所は炎上し、実朝と北条政子は鶴岡八幡宮の法華堂へと避難している。翌朝には横山時兼率いる軍勢が合流したため、3000騎に達した和田軍は有利に戦いを展開した。多くの御家人たちは北条氏と和田氏のどちらに味方するかを決めかねて傍観していた。危機に直面した北条義時は最後の切り札とも言うべき将軍実朝の御行書を御家人たちに示した。これによって和田義盛はたちまち将軍に歯向かう謀反人となってしまった。傍観していた御家人たちが雪崩を打ったように北条方に加わったため、形勢はたちまち逆転する。父親の和田義盛が討たれると、義重、義信、秀盛らの兄弟も次々に討ち取られる。ところが朝比奈義秀について吾妻鏡には軍勢500騎とともに船6艘に分乗して阿波の国へ逃れたと記されているのである。また合戦後に作成された討たれた人々の一覧には朝比奈の三郎と記録されている。つまり朝比奈義秀の最後については曖昧な記録しか残されていないのである。和田義盛と朝比奈義秀の最後は悲惨な形で幕を閉じたが、その勇猛さは人々の記憶に強く残った。このため特に朝比奈義秀についてはさまざまな形で伝説が伝わった。14世紀には曽我物語に、そしてその後は講和歌舞や四季にも登場している。さらに朝比奈義秀は江戸時代には能や狂言、人形浄瑠璃、歌舞伎にも登場する超有名な人物となったのである。